はい、皆さんこんにちは。山下エンジニアリングの山下です。今日はですね、稲妻400ブラッドカフェレーサーについて少しお話ししたいと思います。昨日、都内をブラッド一周してきたんですけど、ヘルメットにこういう GoPro ですね。GoPro Hero 9のマックスレンジモジュールっていうのをつけてですね、僕は普段撮影してるんですけど、この映像なんかも後で載っけていくと思うので、皆さん楽しみにしていてください。よくある質問なんですけど、ブロックタイヤ、僕結構カスタムほぼほぼブロックタイヤなんですけど、ブロックタイヤって高速とか大丈夫なんですかとか、なんか滑りやすいんじゃないですかとかってよく聞かれるんですけど、乗り方とか個人のスキルとかにもよると思うんですけど、稲妻400に関しては全然問題ないかなと思いますね。映像見てもらえればわかると思うんですけど、結構ガンガンなスピード出して乗れるとは思うんですけど、やっぱり普通のスリックタイヤと比べたら、安全へのマージンが少ないと思うので、余裕を持った運転が必要になると思います。で、やっぱり石とか巻き上げることもあるし、あと低速だと結構ゴツゴツしちゃうんで、その辺は慣れだと思うんですけど、かっこよさ優先でスピード出さないよって人はいいと思います。で、400だったらバランスとかは悪くないんで、ブレーキとか加速とかってそんなには気を使わなくても乗れるんですけど、これが稲妻1200になっちゃうと、リアはもう結構ガバッと開けたらズルズル滑っちゃうんで、その辺は結構自分リミッターを効かせて、慎重に、慣れもあると思うんですけど、慎重に運転しないと結構1200だとパワーを持て余す場面があると思います。400に関しては全然普通にそんなに気にしなくても見た目よりかは全然普通に乗れるような感じには仕上がってると思いますね。高速なんかも結構僕スピード出す方なんですけど、そんなに不安はないですね。首都高とかの高速コーナーとかでも、別にキロ数はちょっと言えないんですけど、そこそこのスピードでコーナーとかも曲がれると思うんで、膝スローとかできるだけバンクさせてやろうとかっていう使い方はちょっとできないと思うんですけど、思ってる以上に普通に走れるタイヤだと思います。あといろんな銘柄ブロックタイヤでもあると思うんですけど、僕、稲妻によく稲妻とか、XJR とか辺に使ってるのは全部大体同じメーカーの同じタイヤなんですけど、他にもいろんなブロックタイヤ使ったことあるんで、多分 4気筒でブロックタイヤこんだけ使ってるの多分日本で僕ぐらいだと思うんで、そういうノウハウとかは結構あると思います。あとタイヤライフも減りやすいは減りやすいですね。特に400だとそこまで顕著じゃないんですけど、1200になるとリアが結構減りますね。トルクがあるんで、その分減りやすいなぁとは思います。
深夜に都内を、ぶらっと一周してきたんですけど、道路も空いてたんで、気持ちよく走ることができました。やっぱり結構目立ちますね。いろんな、汐留のイタリア街にも行ったんですけど、ちょっと僕の写真のテイストとかは合わなかったんで、そこで撮影はしなかったんですけど、やっぱり同じバイク乗りの人はもう結構、じろじろと見てくれるので、注目度はやっぱり高いカスタムだなと思います。今日はですね、あともうだいぶ暖かくなってきたんですけど、この皆さんよく見てると思うんですけど、 T シャツとかパーカーとか一応グッズが実はありまして、で今回ですね、だいぶ暖かくなってきたんですけど、こういうコーチジャケット作ったんですよ。で中がボアになってて結構あったかい仕様なんで、寒い冬におすすめです。もう春なんですけど、数量限定で一応作ったので、多分 S が僕で相手のが MLXL、各サイズあるんですけど、
一応販売するつもりではあるので、欲しい方いらっしゃったら、コメントでも、インスタの DM でも構わないので、連絡ください。はい。というわけで、稲妻400のブラッドカフェレーサーなんですけど、これからもまた制作の予定とか入っているので、またいろんな近況報告していけたらなと思っています。今回もご視聴ありがとうございました。